こんにちは、ザッピーです。今日のビートルズ、リアルタイムビートルズは、アルバムリボルバーについて少しお話をしたいと思います。1966年に発売されたアルバムですね。ビートルズが武道館公演を終わってからに戻って発売されています。で、武道館公演をですね、行う前にすでに録音されていたという、とんでもない人たちですよね。ああいうキャーキャーするアイドルをやりながら、裏ではリボルバーを録音していたと。Tomorrow Never Knows や She Said She Said を録音して、タックスマンがあって、エリナ・リグビーというとんでもない重厚な曲があって、なんていう人たちなんですかね。今だからこれはわかるんですよ。当時はわかんないですよね。66年に来た時はそんな顔つきは一切してないんですよね。一切っていうかな。いわゆるアイドルとして来てるわけですよね。発表来てね、飛行機から降りてきて、明るい顔してるんですよ。プログレッシブロックをやってるような顔には見えないんですよね。そんな人たちが作ったアルバムですね。で、当時ですね、やっぱりリボルバーが出た頃ですけれども、僕はまだかなりガキンチョなので、うっすらとしか覚えてないんですよ。しかし、リボルバーは明らかに、Here's and Everywhere とか、エリナ・リグビーとか、And Your Bird Can Sing とか、イエローサブマリンとか、そういうですね、やっぱりメロディーとして非常にいい曲が多いもんですから、そういうアルバムとして捉えられたというのが最初だったと思います。最初はね。もちろんね、今の評価は違いますよ。もちろんね、当時であってもアメリカとかイギリスの評価は全く違ったと思いますよ。しかし、日本ではやっぱりいい曲として、いい曲が優先、いい曲が出てあるなっていう感じでしか、まだまだ捉えられていなかったアルバムだと思いますね。実際にリボルバーって今ね、おそらく人気投票っていうかな、そのアルバムの人気投票やるとリボルバーって必ず上の方に来ますよね。下手すると第1位に選ばれることもありますよね。ある雑誌とかによっては。やっぱりそのぐらい斬新な曲が入ってて、ものすごいエネルギー感を感じるアルバムなんですよね。今はね。でもね、なんで今はってこだわるかっていうと、本当に特に日本では、1960年代どころじゃなくて、70年代どころじゃなくて、80年代が終わる頃までかな。リボルバーをそんな風にすごいアルバムだとは評価してないと思いますね。おそらく、リボルバーよりサージェント・ペッパー、もっと言うと、アビー・ロード、レッド・イット・ビー、そういった作品の方が、もしかしたらハード・デイズ・ナイトの方がやっぱりもっとですね、ハード・デイズ・ナイトも含んでもっとそれらのアルバムの方が、人気があったと思います。リボルバーよりも。評価も高かったんじゃないかな。ホワイトアルバムもおそらく、リボルバーよりは上だったと思いますね。人気というか、好きだっていう人のね、数から言いますとね。とにかくね、リボルバーって割と埋もれてたんですよ。本当に。それは間違いない私の周りのビートルズファンの中でも本当にそうだったので、もちろん中にはいましたよ。すごい好きな人はね。だけど、すごい少数派なんですよ。ところが、いわゆるオルタナティブロック、プログレッシブロック、その辺の台頭を見たあたりからですね、プログレッシブロックは70年代ですけれども、オルタナの方が、あれかなオルタナティブロックの方が強いかな。その頃になると、もう、割とね、ミュージシャンたちがリボルバーっていうものを好きだって言い始まったり、逆に普通の我々の耳がやっと追いついてきたっていうことなんですよね。リボルバーっていうサウンドに。本当にそう思いますね。それまでは、リボルバーの凄さって誰もね、もう気がつけないんですよ。あまりに時代感が違くて。本当です。本当に。やっぱりね、サージェント・ペッパーがなんであれだけ早くじゃあ評価を得たかっていうと、やっぱりそれは、その違いっていうのを派手派手にやっぱりわかるからなんですよ、アルバムはね。やっぱりオーケストラが入っていたり、それからものすごいその録音技術が凝っていたり、ものすごいそのテーマ性を持ったね、アルバム作りをしてたりということで、アルバム全体がもう革新性に満ちていたということで、その違いが明らかにすごいわかりやすかったっていうのはやっぱりあると思いますね。ましてジャケットだってすごいですよね。あのジャケットのデザイン性っていうのかな。リボルバーだってすごいんですけれども、だけど、モノトーンのアルバムで、なんかまだまだ、そのね、派手派手さには至ってないのがリボルバーですよね。でもリボルバーのアルバムの、ジャケットかっこいいですよね。クラウス・フォアマンっていうのかな今はね。昔はクラウス・ブーアマンって言ったんですけれども、彼が作ったジャケットですけれども、素晴らしいジャケットですよね。
何はともかく、1966年に出たアルバムですので、ビートルズが来日したあの武道館の模様を思い起こしてください。あの時にあのアルバムを出して誰が評価できたでしょうか？そんな時代感なんですよ。今ね、2020年の今、アビーロードとか、サージェントより下手するとリボルバーのがね、人気があったり、その評価されている部分もあったりするんですけれども、これって、どれだけビートルズが、やっぱり当時ぶっ飛んでいたかというふうに僕は思いますね。やっぱりリボルバーの曲の中で、施設施設なんてもうとてつもない変拍子が入ってきて、とてつもないフリークトーンのギターがあの当時やってるわけですよね。あれもしかしてコンサートで武道館でやったらどうなったんでしょうね。もしかしてトゥモローネバーノーズできなかったでしょうけど、もしかして本気になってやって、ね、日本の武道館でコンサートでやったらどうなったんでしょうね。まあもっと言えばね、15日前に発売されたね、ペーパーバックライターとレインがあったわけですけれども、武道館でレインっていう曲をね、ピートルズがもしあのサウンドでやったら、どういう反応を観客はしたんでしょうね。まあ、誰もついていけなかったでしょうね。もうとにかくビートルズについていくのっていうのはもう困難だったんですよ。で、もっと言えば50年後の今やっとですよ。まあ僕たちはビートルズと対等、もしくはね、ビートルズとこう並列のラインに立って、作品を語れるようになったような気がしてなりません。当時はビートルズには誰もついていけなかったんですよ。誰もっていうかね、多くの人がね。これが事実だと僕は当時を見てて思っております。失礼しました。